YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。8月4日日曜日。今日もどえらいいい天気です。遠くの方で目まといが飛んでますね。目を開けてたら目の中に飛び込んでくるあの虫です。この間草刈りしたばっかりなのにもうこれ。生命力半端ないですね。もともとはキャンプチャンネルだったこのチャンネルですが、ここでカーリバ動画を始めて5年目を迎えるんですが、その間牡蠣は一度しか実ってません。このオピンケフラワーはね、もっさもさに花が開いてるんですけどね。野の花はたくましいですね。今年はビワもイチジクもダメだったので、牡蠣もダメなんだろうな。ほんと雑草ってたくましい。ババアもこの雑草のように余生を過ごしていきたいですね。お休みですか、チョロコさん。Kusakut Fwani Nalua。ミーチョさんはキャンプ椅子でまったり。コンさんも切り株クッションでまったり。そうだった、もともとは切り株ハウスだったね。Watalaga Sunaoni Hailu Amuna。Shinsadai wa Hakai Kala Hajmalunya。深くて草。Yochimo Mazatea。あ、Chiyolani。どこにでもついてくるヨシヒコ。Yochimo Nen Sulua。Konedeo。だからここはチョロコさんの聖域で。Ishoni Nen Shioya。諦めて母さんと寝ましょう。Shanoina。Baba San Netawa Hana Candela。やだ母さん怖くて寝れない。Kusai Yubiya。ヨシヒコが寝ると一気に部屋が静かになります。さて本日はオーバーナイト湯ごね生地。なんかね、また YouTube を見てたら中国の方がネギパンを作ってたんですけど、湯ごねの生地の中に酵母を入れてたんですけど、酵母ってね、40度ぐらいを超えると死んでしまうので、湯ごね生地と酵母は合わないと思ってたんですけど、その方はね、湯ごねの生地が冷めてから酵母を混ぜてて、なるほどこの手があったかと。なのでね、ちょっと真似してみようかなと思い立ちまして。で、おまけにと言ってはなんですが、その方がその動画で作ってたネギ巻きパンみたいなものもね、丸ごとそっくり真似しちゃおうかななんて思いながら、今私は前日の夜に湯ごねパンをこねています。湯ごねパンめっちゃ熱いです。ある程度こね終わったら蓋をして、今回は常温で一晩置いてみました。そして翌朝、いつもはタッパーの中でね、パンチ作業なんかをしてるんですけど、今回は湯ごねの生地がそこそこ硬いので、メランジュールロボさんにこねを手伝ってもらおうと思います。今回のパン生地は米ぬか 20%、加水率 100%。湯ごねなのでね、100% でも、これでもちょっと少なめな方ですね。この湯ごねの生地の中にサワーシュ酵母を入れてメランジュールロボさんでこねにしてもらいます。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。今回もフライパン湯煎発酵システム。買い物に行ってる間に発酵するかなと思ったらほとんど発酵してませんね。やっぱり今回は普通の粉のドライイーストを使えばよかったかな。サワーシュ酵母はね、オーバーナイト発酵には向いてるんですけど、こういう形の発酵のさせ方にはちょっと向いてないっぽいですね。それか全部を湯ごねの生地にするんじゃなくて、半分だけ湯ごねにした湯種パンみたいな形にすればもしかしたらいけたかもしれないですね。まあでも今回のネギパンは最悪発酵生地じゃなくても作れるパンなので、このまま強行突破しちゃいましょう。と言いつつ念のため発酵させてみよう。ほぼ変化なし。まあ実験みたいなもんなんでね、
今回は発酵させるパン生地ではないという体でお届けしたいと思います。生地がまとまりやすいように手粉をたっぷりとつけて丸めてまいりましょう。発酵はしてないんですけど、サワーシュ酵母が入ったせいか、なんか湯ごねの生地だけの時よりも柔らかくなった気がします。それでは成形タイム。500g の生地を8等分にします。一晩寝かせたせいか、いつもよりまとまりがいい気がします。発酵させたパン生地も美味しいんですけどね、湯ごねの生地も美味しいんですよね。生地を一旦まとめて寝かせておきます。湯ごねなのでね、寝かせる必要もない気はするんですけど、とりあえず丸めて放置してる間に他のことをしようと思います。気分はベンチタイム。今日のパンはネギをぐるぐるに巻いていこうと思うんですけど、中華風ということでね、このネギをみじん切りにしたものとごまと、あといろんな調味料を合わせてグラッグラに熱したごま油をかけてね、ネギに火を通しつつネギの風味も醸し出すという、見た目的にも映えそうなね、料理工程です。ババアはね、どうやらネギ系のアレルギーが若干あるみたいで、玉ねぎどころかネギを切っても目玉の裏側が痒くなってくるタイプなんですけど、美味しいものを作るためにはね、目玉の一つや二つ犠牲にしたっていいんです。今もう目玉の裏かゆっかいです。ネギの上にごまをたっぷりと振って、お砂糖を少々の割にはちょっと多めな気もしますけど、あとね、またたっぷり作っちゃいました合法パウダーをパラリ。そしてこれさえ入れときゃ中華っぽくなるというオイスターソース。そうしたらごま油をたっぷりと火にかけてチリッチリに熱していきます。チリチリのごま油をジャバーッとかけると、ほら映えてますか？今めちゃめちゃいい匂いが部屋中に広がります。もうこれだけでね、食欲そそられる感じですね。ネギダレが完成しました。超目玉品、豚ローススライスを使ってもう一品。昨日ね、野菜の漬けを作って、漬けだれがね、たっぷりと余ったので、捨てるのももったいないなということでね、捨てへんでババアの本領発揮。えのきとオクラの肉巻きを作って、その野菜漬けのタレで煮込んでやろうと思います。オクラのこの硬いとこね、普段取らないんですけどね、一応動画撮影なのでちょこっとだけ映えを気にしてみようかなと思ってカットしてみました。あとはこれを豚ローススライスで巻きつけていくだけのお仕事です。やることは簡単なんですけどね、こういう単純作業が非常にめんどくさいんですよね。ずっとカチンカチンっていうね、雑音が入ってると思うんですけど、ヨシヒコが足元でいたずらをしている音です。昨日爪を切ってやったので、私の肩に飛び乗ることができなくなったので、地味に嫌がらせをしてきます。ヨシヒコのかまってちゃんがすごい激しいんですよね。やっぱり女の子だからかな。ほんとヨシヒコって名前つけちゃってごめんね。まさかね、ヨシヒコのたまたまがトリックアートだったなんてね。柄がね、たまたまっぽく見えたんですよね。そんなヨシヒコのたまたまのお話をしながら肉巻きを焼いていきます。これはもう完成する前から先に言っておきますと絶対美味しいやつです。昨日の野菜漬けのタレにちょっとだけ砂糖をプラス。野菜漬けのタレにはお酢が入ってるんですけど、これだけ強火で飛ばすとね、お酢の成分も飛んでいって旨味しか残らなくなると思います。テカリがやばいですね。
なんか今日のランチこれとご飯でいいような気がしてきた。残りのタレも一滴残らずかけて魅惑のネギパラ。はい、絶対美味しい。久しぶりに千切り動画でも撮っとこうかな。一時期ね、海外チャンネルの方でこの千切り動画をアップしてたらえらくアクセスが良かったのでね、しばらく調子に乗って千切り動画ばっかり上げてたら飽きられてアクセス激減しました。何事もやりすぎはいけないですね。蛇腹きゅうりとトマトを乗せてざっくりサラダも完成。ベンチタイムを取ってみたけどサイズに変化なし。諦めて成形していきましょう。縦に細長く伸ばした生地にネギだれをまんべんなく塗って、まずは半分にパタンと折ります。折った上にもネギだれを乗せて下からくるくると巻き上げていきます。そして最後の閉じる時なんですが、こうやって生地を伸ばしてくるっとひねって下に蓋をするような感じで整えたら、上からむぎゅっと潰してやります。なんか油塗りすぎたな。これを8個量産していきます。まあまあめんどくさい工程なんですが、やってるうちに職人のようなスピードで巻き上げることができるようになります。最後の一つを巻き上げたらフライパンに並べて焼きに入りましょう。両面に軽く焼き目をつけます。そして水を入れて蒸し焼きにします。フライパンに入りきれないのでね、2つのフライパンで焼いてるんですけど、この大きい方のフライパンどうしても焼きムラがつくんですよね。水分が飛ぶまで蒸し焼きにしたら、いい感じの焼き目がつくまで焼き上げていきます。いい感じどころか若干焦げてる気はしますけども、気のせいです。大きい方のフライパンはね、焼きムラがつくからね、保険かけといてよかった。しっかりと蒸し焼きにしたら完成です。ネギパンの外側にも油コーティングがしっかりとされているので、クッキングシートかなんかをね、敷いておいた方がいいかもしれないですね。完成しましたネギ巻きパンと豚ロース巻き巻きしれっとコーヒーゼリー。それではいただきましょう。ネギパンに気を取られてたらなかなかの殺風景なランチですね。ボリュームはそこそこあるんですけど、ほぼ茶色って感じです。今回の動画で一番映えてたのはネギに熱したごま油を注いだとこでしたね。本日の動画はそこがピークです。さてネギ巻きパンのお味なんですけど、これはもう大当たりですね。とにかく風味が良くて、湯骨の生地なので食感ももっちもちで、ひき肉とかも入れてないんですけどね、これ多分餃子のタレをつけて食べても絶対美味しいやつです。なんならこれをおかずにご飯が食べられるレベルです。あとね、豚ローススライスの肉巻きなんですけど、まあね、私の予言通り超絶美味しいです。この味が嫌いな人ってこの世にいるのかなっていうぐらい美味しいです。見た目殺風景なランチでしたけど、初チャレンジもできましたし、湯骨の生地はちょっと改良を加えて、湯骨だけど発酵生地のパンをちょっと研究しようと思います。ということで美味しかったです。さようなら。